皆さんこんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。いつもご視聴いただいてありがとうございます。今回の撮影は8月の上旬から中旬にかけての5日間に行いました。その間、天気は曇ったり晴れたりでした。撮影の時の気温は26度から30度の間を推移していました。今、オオハンゴンソウが満開の時を迎えています。オオハンゴンソウが主な蜜源植物です。オオハンゴンソウの花言葉は正義と幸運です。また、あなたを見つめるという花言葉もあります。先の見通せないギスギスした時代なので、こういう花言葉を持っている花に囲まれているというだけで、どこか心癒されるものがあります。しかし、オオハンゴンソウだけではありません。それよりもだいぶ数は少ないんですけれども、セイタカアワダチソウもまた黄色い美しい花を咲かせながら盛んに蜜を出しています。ところで、オオハンゴンソウもセイタカアワダチソウもいずれももともとは外来植物です。ですから一見すると自然が豊かな北海道なんですけれども、その平原はすでに外来植物によって覆い尽くされているわけです。これは春や秋についても言えることです。さて、過去1年間、私は動画の中で盛んにミツバチヘギイタダニによる被害の深刻さを訴え続けてきました。ダニの被害が近年深刻になってきているのは、一つには温暖化の影響です。特に春先の分蜂の時期に暖かい日が続くと、オスバチの卵が大量に産みつけられます。オスバチの巣房は蓋がかぶせられている期間が長いので、ダニが増える際の温床になるのです。また、冬に暖かい日が続くと、ミツバチの産卵と育児が冬期間にも途切れない地域が増えます。ミツバチの育児が冬期間も続くと、ミツバチヘギイタダニの繁殖も冬期間に続くことになります。こうやって温暖化に伴ってミツバチヘギイタダニが増えやすくなってきている一方で、今度はダニの方に困ったことにアピスタン、アピバールといったダニ駆除剤に対する耐性がついてきています。幸いにもお盆ぐらいまではミツバチの群は上り坂の時期です。個体数も増えていきます。今年になってここまでこの養蜂場ではダニの姿を見かけたことはありません。しかし油断は禁物です。秋になって蜂の勢いが陰ってくると、またダニが爆発的に増えてくるかもしれません。何かと憂いの多い秋から冬に向けて、今のうちに少しでも蜂群の数を増やしておきたいところです。蜂群の数を増やす方法は、一つは規模の大きい養蜂家さんから蜂を購入するというものです。蜂の購入については前回の動画で詳しく紹介しました。なお私、今年の春先の動画でどこにも買うことができる蜂がいないと窮状を訴えたことがありました。しかしその後、春から夏にかけてあちこちで蜂が勢いを取り戻してきて、適正な価格で買うことができる蜂が出てきたのです。ただそうは言っても、昨年の同じ時期と比べて蜂の数は全国的に減っている可能性があります。私たちの養蜂場でも春からここまで蜂の数は増えてきていますけれども、それでも昨年の同じ時期と比べるとかなり減っています。蜂群の数を増やす2つ目の方法は、自分が飼っている蜂を分蜂させるという方法です。蜂を購入するのは、よそ様が育ててくれた蜂を代価を払っていただくわけですが、今の場合は自分で分蜂させて自力で増やすわけです。一つの群を2つの群にするわけです。人工分蜂の方法については、このシリーズでも過去何回かに分けてお伝えしてきました。そして8月になってもう一回人工分蜂を試みました。やり方は、卵がついた巣板を数枚入れた巣箱を
北条から遠くに置いて働き蜂たちに編成王台を強制的に作らせるというやり方です。今見ているのは編成王台ができているのかどうかを確認している作業です。この日は10個程度の編成王台が存在していることを確認することができました。これは8月2日の映像です。これらの編成王台から新しい女王蜂が生まれてきて、最終的に1頭の女王蜂に絞り込まれていきます。その女王蜂が交尾飛行を行って産卵し、群の規模が大きくなっていきます。しかしその時には秋がすぐそこにまでやってきています。越冬の準備を始めなくてはいけません。こう考えると今が人工分蜂を行う最後のタイミングなのです。今見ている編成王台からはその後8月中旬までに実際に女王蜂が誕生し、私たちは見ていませんでしたけれども、おそらくはその後の女王蜂同士の戦いを経て無事に1頭の女王蜂に絞り込まれました。勝ち残った女王蜂は至って元気で、これから交尾飛行に出かけようかというところです。蜂群の数を増やす方法の3つ目は、自然界から分蜂したコロニーを捕まえてくるというものです。実際私たちも2年前にオオハンゴンソウの葉に止まっていた小さな分蜂群を捕まえて保護し、その後その群の蜂の数を増やして群を大きくして越冬させたことがあります。ただ北海道の自然界にいる西洋ミツバチの分蜂群の由来については、それがどうしてそこにいるのか、さらに考えてみる必要がありそうです。おそらくは割と近くの養蜂場から逃げてきた分蜂群を私たちがたまたま見つけたというのが一番真実に近いのではないかと思われます。北海道の自然界でミツバチは在来種ではありません。ですから北海道のミツバチはもともとは全て人間が北海道の外から北海道に持ち込んだものです。ただここでさらに考えなくてはいけない点は、人間の養蜂場から解き放たれたミツバチの分蜂群の中に、その後うまい具合に自然界の中に適応して自然界に定着しているようなコロニーが果たしているのかどうかという点です。定説的なものの考え方は、西洋ミツバチが北海道の自然界に定着している可能性を否定します。その主な理由は、ミツバチの分蜂群が養蜂場から逃げ出すようなことが仮にあったとしても、そうした分蜂群は立ちどころにスズメバチ、特にオオスズメバチによって滅ぼされてしまうというのです。ただ私の個人的な意見では、北海道の自然界に西洋ミツバチが定着している可能性を残しておいた方が良いと思います。その理由は、一つには西洋ミツバチといえどもスズメバチを集団の力で退治してしまうことがあるからです。私たちの観察ではケブカスズメバチは全く犠牲を出さないでほぼ完全に退治してしまうことができます。またオオスズメバチが相手だとかなりの犠牲が出ることもありますけれども、それでもやっつけることはできます。北海道の自然界に西洋ミツバチが定着している可能性を排除できない理由の2つ目は、毎年おそらくは大量の蜂群が自然界に解き放たれているからです。夏になると北海道には多くの大規模養蜂家がやってきます。そうした蜂場から少なくない数のコロニーが自然界に出て行きます。そうした流出したコロニーの中にうまい具合に適応して定着する群が全く存在しないと考えることにはちょっと無理があるような気がします。ニホンミツバチと西洋ミツバチは近縁で同じ場所に共存しているならば、おそらくは自然界の中で競争関係にあるのでしょう。他方で日本の自然環境にはニホンミツバチの方がよく適応しているように思います。それはスズメバチやミツバチヘギイタダニといった敵への対応の仕方が西洋ミツバチよりもニホンミツバチの方が洗練されているからです。こうした手強い競争相手が北海道にはいない
ということも、北海道で西洋ミツバチが定着している可能性を完全には排除することはできない理由の一つとして挙げておきたいと思います。なお、今映っているのは7月に分蜂させた群の女王蜂です。そしてこれは今月購入して北海道の北の方にある美深町から運んできた群の女王蜂です。新しい環境に適応してどんどん卵を産んでくれています。ということで、今回は何かと不安の種が多い秋の到来を目前に控えて、蜂群の数を増やす方法についてお話ししました。その方法は、一つは蜂を飼うというものでした。二つ目の方法は、分蜂させて自前で蜂群の数を増やすというものでした。そして三つ目は、自然界から分蜂群を捕まえてくるという方法でした。今回はここで失礼させていただきます。いかがでしたでしょうか。なお、登録高評価で応援していただけますと大変に励みになりますので、よろしかったらお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回またお会いする時までごきげんよう。さようなら。